皆様こんにちは。知ること語ること、ソプラノ歌手守屋真理さんを迎えての、後編をここからお送りいたします。守屋さん、引き続きよろしくお願いいたします。前回の前編ではワグナーの話、とにかくドイツオペラは理屈が長いよって話で終わりましたけどやっぱりこう我々男からはね、ああいうこう理屈、それから長い、重苦しい、そこからのこの一瞬の解放っていうのがね、そのカタルシスを求めてああいう長いオペラを楽しむわけだけども、歌手として、あれソプラノ歌手としてワグナーに対してはどういう感覚を持ってらっしゃるんですか？私はもともとそのワーグナーが好きでたまらなかったっていうタイプではないので、いやでももうちょっと端的に言ってくれてもいいかなそう端的に言うと大体終わっちゃうんだよそうですね、そうなんですよね。だからそこなんですけどね、なんかでもワーグナー欲しがりですよね。どういう意味ですか？女性に対して全てなんか欲しがりだなって思った印象はありますね。自分から何かくれるっていうよりかはまずちょうだいっていうそういうイメージが女性に対して、ありますけどね。ある意味で言うとだからその女性に対する特別な理想化がありますよね。そうですよ。だって会ったこともない人のために死ぬことが当然のように思える。でも向こうはそれなりに選んでるじゃないですか。それが例えばローエングリーンにしても、あれはオランダ人にしてもそうかな。そうですよね。なんとなくやっぱりこういう子がいいって思って選んでるような感じするんですけど、でもこちらから選ぶ余地はないっていう。トリスタンとイゾルデはどうかな。あれはね、でも薬の力を借りるっていう。まあ一応ね、薬の前の激しいこの憎悪とね、でも一瞬の魔法って守屋さんで聞いてみたいな。イゾルデはまだ将来的にはありえますか？ないです。ないの？声から言っても今現在はやろうと思わないですね。全部やろうとは思わないですね。どこかだけとか、その抜き出して一曲だけとかならあるかもしれないですけど、イゾルデをやりたいと思ったことはないですか？ないかな。ワルキューレはなさってますね。ワルキューレやりましたよ。ワルキューレの一人もやりましたし、ジークリーンでもやって、ジークリーンではいい出来にはなってはいたんですけど、私にはやっぱちょっと低かったですね。なるほどね。自分の声、戻りますけど、楽器として一番輝く音域ではなかったのは確かですね。ただジークリンデという女性を演じてたのはとっても楽しかったですし、ブリュンヒルデじゃないんだな。ブリュンヒルデじゃない。ブリュンヒルデはもう私のファッハじゃないんで、そもそもが違いますね。ブリュンヒルデという人に興味を持ったことはないですね。キャラクター的にすごく興味があるとすれば、全然外れますけど、いいですか？マノンとか。マノン。好きなんですよ。私嘘がない人が。でとかくエネルギーが前向きな人。それが相手にとってどう影響するであれ、外向きのエネルギーを持っているキャラクターっていうのにすごく惹かれます。なるほどね。マノンか。いいですよね。マスネのマノン。そう、プッチーニじゃなくてマスネで、あとはモーツァルトのエレットラとか、あれもなんかなんていうのかな、とかく内にっていうよりかは外向きですね。嘘がないって言えばもちろんサロメとかね、ルルもそうですけれども、そうするとあれだね、ワグナーの女性っていうのはさ、別に嘘ついてるわけじゃないけど、ワグナーの
完全なこの願望の産物だからそういう意味じゃ興味持てないんだ。そうなんですよ。だからあんまり親近感がないんですよ。イゾルデに、イゾルデだって嘘はないんだけど、なかなかですよね。なんかピンとこない。なるほど。それは男性の産物だもんね。そういうことか。それは面白いですね。でも音楽としてはね、私はね、いずれやってほしいなっていうのがイゾルデなんだけどね。素晴らしい音楽ですよ。すごいんだけどね。素晴らしい音楽ですよ。ワーグナー素晴らしいですよ。やってる時はやっぱいいなって中毒性がある。中毒性があるって言えばすいません話とってなくて、ベルク、私今回初めてベルクの作品歌ったんですけど、もう難しくて最初。聞いてる分にはいいんですよ、聞いてる分にはいいなって思ってたんです。自分で勉強し始めてみると、なかなか消化しきれない難しさがあったんですが、一旦入り始めるともうずっと回ってるんですよね。でなぜか今でも夢に見るんですよ。初めてですねこんなオペラ。難しいと、我々は普通に聞いてもね、当然もう難しいわけです、聞き手から言っても。だけどこう練習をしながら、あるいは勉強しながら、どういうところに難しさが、例えばもう音程からアンサンブルから全部でしょうけども、モーツァルトみたいな作曲家だと一回聴いたらメロディーを覚えるじゃないですか。覚えないんですよ。確か覚えないよね。でもう究極の話、楽譜がなくとも、ピアニストか誰かに伴奏を弾いてもらったら、次はどっちに行くのかなとか、歌ってて次の音が分かるぐらいにはなるんですよ。ならないんですよベルクは。でブルはボゼックよりかはまだその下で弾いていただいてるフレーズと音がその歌の音に近い時もあるんですけど、まるで関係ない時もあるんですよ。その点は確かに若干ね、調整が入ってくる、調整が入ってきたり、ある種の少しその若干がやらしいんですよ。若干入るから若干があるからダメな時にダメさが自分で自覚できるんで、なおさら落ち込むんですよ。何にもなかったらずっとそうだね。逆にどうでもいいものだったら、どうでもいいってちょっとまた言葉が乱暴ですけど、どうせ違うんだろうなで終わるんですけど、きっとその若干の、そこはねハモらないといけないところが出てくるんだよね。あれ今同じ音歌ってるはずだったみたいな時の絶望感ったらないですよもう。でもこれ全歌手がね皆さん同じこう悩みを抱えながら集まるわけでしょ。やっぱりうちで当然一人一人がとりあえず大変でもマスターをする、それぞれのパートを合わせます。最初はどんな感じになるんですか、ああいうオペラの場合。おのおのが本当にきちんと完成されていれば多分パンって合うんだと思うんですけども、私の場合は家で譜読みを自分でして、勉強して、でピアニストに弾いてもらったらまるで歌えなくなったっていう経験はベルクが初めてでしたね。弾いてもらったがゆえに音が取れなくなった、歌えなくなったっていう瞬間が何度かありまして、それはどういうことが原因なんですかね。やっぱり聞いてるからじゃないですか。こちらで聞こえてるハーモニーと聞こえてる音と自分の音の関連性の問題ですよね。そうかそうかそうか。で特に関連性が感じられないんですよね。それは和声楽的にはあるけれどもでなくて、本当にそちらから見ても関連性がないものがぶつかってくるわけですか。そうなんです。本当の意味では音楽学の方だとかその専門家の方が分析すればあるんだと思うんですけれども、タタタタみたいなこの予定調和がないんですよ。ないんですよ。そこでだいぶ苦労しましたね。まず最初のそのフレーズ、やっぱりああいう音楽でもフレーズはあるんで、そのフレーズの最初の音が間違えるとどんどん高いままだったり低くなったりとかいろいろするじゃないですか。やっぱりその時に自分の中でやはり不具合はあるので、こっちじゃないような気がするんだけどって思いながら、ずっとその辛さから抜け出せないんですよね。
まあオペラはねいろんな長さがありますけれども、まあ、長さの時間例えば2時間だとしますよね、2時間のオペラがあって他のオペラだったらまあ数日あれば譜読みっていう歌えるようになるぐらい、まあものによりますよ、作曲家によりますよ、まあ、シュトラウスとかちょっと時間かかりますけどワーグナーだってもうちょっとこう全然取りやすいんですよ。比較にならないですよね。まあ、もちろん作曲家独特のその色っていうのがあるし彼らの好きな和音のね進行というかこうねいろんな技法があるのでまあ一概には言いづらいですけれども、でもベルクは本当に直前までもがいてましたね。それはこう最初、皆さんで揃ってピアノで合わせていくわけですかね、オーケストラの前に。ピアノでやります、ピアノで音楽稽古をやって、でその後ずっと立ち稽古を何週間もやり、最終段階にいた時にオーケストラとまず歌う、でその後舞台で演技をしながらオーケストラと合わせていくっていう形になりますけど、そうするとピアノで全員がまず集まって。そうですね、まあ、大体その、公演の5、6週間前ですけど、その時はこうどんな感想だったんですか、あれ状況として。みんなすごいな、私はやばいな。じゃあみんなきちっと入れてきてるんだ。人によるんですよ。でもやっぱり分量にもよるじゃないですか。まあそりゃそうだよね。ですよね。ずっとだから。それはほらやっぱり一瞬のね30小節ぐらいしか歌わない人と私の何百ページとだったらちょっと許してねと思う時もありますけど。なるほどね。今回せっかくなのでまあそういう日本でも上演機会のね、まあ当然稀、まあ世界では少しずつ上演が増えてはきてますけれども、少しルルについてせっかくの機会なのでお話を伺いたいと思うんですけども、まずこの、先ほど話題になったワグナーの、あとリヒャルト、まあ、ドイツオペラとしては当然リヒャルト・シュトラウスで、リヒャルト・シュトラウスの場合に、まあ、初期の、なさったサロメ、それから、まあ、エレクトラが、まあ、無調への思考があって、その代わり彼はその後はまあ義古典主義的になっていくわけですよね。ところがその次の世代として出てきた、まあ、オペラとしてシェーンベルク、それからこのアルバンベルクとなるわけですけれども、このある意味で、まあ、無調オペラで、しかも、世界のオペラハウスでのレパートリーとして残っている非常に稀な作品ですよね。で今回初挑戦をなさった、あるいは日本でも本当に稀な挑戦であったわけですけども、このオペラはもともと未完成で終わっているわけですね。でまあ、2幕で3幕の完成を待たずにベルクが亡くなってしまったので、まあ、2幕で、終わるのか、あるいは3幕に、補出が出て3幕一応物語が完成をしたという形で上演されるのかと、まずこの2幕で終えてしまうのか3幕までというのが大きな選択肢になるわけですが、今回は2幕版を使われたと。比較的珍しい気がするんですけども、そのあたりについての何か今回のコンセプトというのは。私今回のプロダクションで良かったなと思ってる一つは2幕にしたところだったんですよね。で特にその演出家のカロリーネの意思が2幕の方が伝わりやすかったんではないかなと思います。その彼女が思い描いていたルルという人物、3幕ものにしてしまった時に、もしかしたらそのコンセプトのままいけたかどうかはちょっと疑問が残ります。どういうコンセプトだったんですか、カロリーネのルルというのがどちらかというと社会的、まあ、あとは性別的なことにおける被害者である。彼女がストックホルムシンドローム、ストックホルムシンドロームのではないかという一種の何ですかね、家庭内暴力的なもの。そうですね、幼い時に、まあそうまあ、大人からある種洗脳ではないですけれども、
虐待を受けているにもかかわらず、それをこう愛情と勘違いしてしまうような、合ってますかね、間違ってたらすみません。多分そういう理解でいいんでしょうね。そういう一種の、ルルを、現代のある種の心理学的な解釈に置き直したルル像であったと。そうなんです。そしてちょうど去年やろう予定のオペラだったんですよね。で去年ちょうど今頃MeToo 運動が盛んだったのを覚えてらっしゃいますかね。カロリーネは、そこにすごく共感していたようで、その彼女自身のその苦悩というか、痛み、ただその種類とどう現れてくるのかっていうところが今回その彼女が見せたかったものとしては結構その弱々しい女性として出てきていたのかなと私には見えたんですね。で私自身のルルへのイメージというか解釈というのはまたちょっと違ったところにあったんですけれども、それはどのような？彼女はむしろ私が思うルル像ですね、これはね、私が思うルルというキャラクターはむしろこの潜在意識顕在意識ってありますよね、その潜在意識への認知がない、だから感情がまるでないわけではもちろんない、彼女もその都度その瞬間瞬間思考はあるし感情もある、けれども本当の意味でのその無干渉なところがあるのかなって思ったんですね。でされるがままの人間には見えない、かといって相手を利用しようと常に思っているようにも見えない。そうですね。で生きるという意思はあるんですよ、あるんですがそれほど性に執着があるとも思えない、ただここが面白いなと思ったんですけど、彼女自身から性への執着は実はあまり感じなかったんですね。私はその2幕最後までやってみて、ただ周りは死んでいくんですよ、男たちは次から次へ死んでいく。そうなんですよ。ただ周りの男たちに性に執着がないかっていうと私はあったんではないかなと思うんです、この葛藤の、事実上ね、葛藤の一番の中心は、シェーン博士とルルですね、要するにそのみなしごだったルルを、幼女の時に引き取って、そして育ての親であると、同時にその育ての親だけどある段階で、一種の愛人にすると、ところが、このシェーン博士像も非常に面白いと言いますかね、ある種非常にこう単なる、ウィーンの一時代の、一つの物語というよりある種の現代に通じる問題を抱えている人物のようにも見えるんですけども、この育てた幼女をある意味で、愛人の後には今度は、きちっとした結婚をさせようと思うわけですね。そうです。でも愛人関係は続いてる。しかし同時に、ルルに結婚を迫られると逃げます。逃げ続けるわけですね。それは彼の社会的立場からしたらルルのような人間と結婚するっていうのはないでしょうね。そして結婚は別の人と、実際させちゃうわけですよね。ルルに対してですよね。で本人も婚約者がいるんですよ。いるわけですよね。3年にわたり。この3年にわたっていて結婚をしないから、ルルは、ある意味でシェーン博士に対しては、あなたとこそ結婚をすべきだし自分はしたいと言い続ける。してます。でこの部分についてはルルの本心はどうなんですか？言ってることそのままだと思います。そのまま。シェーンに対しての執着はありますよね。でもそれが本当の意味で愛かどうかわからないですよね。でも彼女愛をもらったことがないんだから愛がわかるわけもないですよね。でも執着もある一種の愛ではあるかもしれないですね。どうなんでしょうね。でもシェーン博士が初めて寝た相手ではないでしょうね。別の人だと思うんですよ。でも
ルルの相手がですか？はい、うん、12歳で花、あ、そうですよね。だからその段階ではむしろ助けてあげた側になるわけでしょ、シェン博士は最初から。そうですね、うん、そうなんですよ、うんうん、そうなんですよ、ね、でだからこそ要するに今言う普通の意味でのその一種の幼女虐待的なね、まあそういう発想でオペラを見ちゃうと面白くないっていう面はあるけど、このオペラはもともと問題オペラではあるわけだから、そう見るとしても単純ではないですよね。つまりシェン博士自身がそのとルルの関係っていうのはね、やはりその、カルリーネ、演出家のカルリーネはそこに一種のストックホルム症候群を見ると、シンドロームを見ると。だけどもその、単純な一種の単純なこう幼女に対するそのある種の洗脳とかというより、その本当にある意味では大切にしてあげた。でただおばさんのとこに預けて、いわゆる性的な意味でも使えるダンスだなんだを仕込んだっていうところはまたちょっと、あるわけですね。はい、ありますけど、そうするともう最初から、そういう一種の、二面性三面性というかな、要するにシェン博士は育てていく過程で女性としてのルルには非常にやはり惹かれていくわけでしょ。はい、で同時に拾ってあげた。で要するに一面的な関係ではなくて三面にも四面にもわたるというかな関係で、どちらがどちらを追っかけてるっていうことについてもあまり単純化できない。そうですね。そうなんですよ。一方通行ではないんですよね。私はまあね、2つで1つっていう、こう裏表じゃないですけども、それは剥がれることのない2つに2人の関係が見えて、で私実はその一番のポイントっていうのが、ルルがその性的行為をどう感じているかだと思うんですよ。私ね、別にそんなに嫌がってないと思うんですよ、その誰と相手でも。つまりそういうことを嫌がるような生育環境じゃなかったというふうに言えるわけですよね。そう思いますね。シェン博士、おそらく気まぐれで、ね、道から拾い気まぐれじゃないのかな、気まぐれだと思いますけどね。きっかけは気まぐれでしょうね。たくさんいますよね、あの時代ね、こんな若くてね、若いというかでも自然に考えてやっぱり可愛かったんでしょうな。でしょうね。で当たり前のように摘んだ花じゃないのかなって思ってて、でも彼にそこに罪悪感っていうのはもちろんなくて、でもないっていうのはもしかしたら彼女のその身分かもしれないし、でもルルっていうのはそれは多分全部見えていて、ただどうなんだろう、なんか今話してて思ったんですけど、ある意味そのシェーン博士の妻になるということが、彼女にとっての彼女がシェーン博士にと対等になるっていうことじゃないですか。そうですね。でも決して復讐とかではないと思うんですよね。でも何かなんかそのシェーン博士というよりも、そのシェーン博士の妻になるということが、とても彼女にとっては重要なわけで、そうですね。そこで立場が逆転するんですよね。その彼の妻になれたその時点で彼らのその立ち位置、上下関係というものが逆転するので、何を聞かれたんでしたっけ？いいですよ。そうです。まさにそうですよね。でその彼女にとって、おそらくそこでその彼女はそのことに対して非常に純粋に喜んでいるというふうに、見えます。で演出の差はあって、
今回のカルリーネさんの演出での守屋さんはそこでかなりこう家庭の主婦になった喜び的なね。そうでしょ、うんうん、でそこはそう、だがしかし相手にシェーン博士の方はもう冷めてるんで、冷めきってる。そうなんかそこでなんかちょっと、なんか、嬉しくもないそうねなんていうか、だからそこがやっと得てやったという演出になるとですね、ルルがねその立場をそうするとその後もこう無邪気なルル像はないんですよね。つまり、無邪気なルル像がなくてお互いにそのもうすれ違いきっている夫婦関係としてのその非常にこの、凶暴なやり取り感が出てくる。で今回カルリーネはそう描きたくなかったので、そうですね、だからすごくそのこう守屋さんにあんまり可愛い主婦的なのは似合わないんだけど、出てこなかったですね、ずーっとその稽古中に何を言われたかというと、女子力がずっと言われてて、ケーキ一つ配るのでもちょっとケーキの配り方が下手すぎるって言われたり、女子力問題なんでそうもう最後は諦めてました。私はこれ留学して多分自分の中で変わった意識だと思うんですけれども、何をもって魅力的と思うかって、東洋と西洋で違うんだと思うんですよ。で私が今までで一番その衝撃を受けたのが、アメリカの大学に通ってた時に、あるクラスである先生が色気ってなんだってクラスで聞いた時に、もうすぐなんか生徒が強さって答えたんですよ。でそれが私いまだに忘れられなくて、日本って逆じゃないですか。どちらかというと守ってあげたいような、なんかそこからなくなってしまうような儚さというか弱々しさというか、なんかそういうところに人が惹かれるっていう文化って日本の文化にはあるように思うんですね。だから可愛さも結構上位に来るじゃないですか。美しさも大切ですけど、どちらかというと可愛さがねとても大切になってくる文化であるっていう認識が私にはあるんですけども、その強さって考えた時にルルが惹かれる、なんかルルに人が寄ってくる原因っていうのはなんか気の強さとかじゃないんですよね、その存在の強さであるのじゃないかなって。それはその輪郭としての強さとか、なんか無視できないところだと思うんですよ。でその強さをどう出すのかっていうところが、そのルルがどうなるかっていうことだと思うんです。でルルってすごく受け身なんですよ。自分から持ちかけることって何もないです。自分から何かを発することもない。で別に感情もそれほどね、相手に言うこともない。だけど周りからのものを受け取ってそれをなんか鏡のように反射していくっていう、そういう女性なんですけれども、ただそのルルの強さ、だから聞いてみたいですね。どうお考えになります？そうだから、私はそのルルの今回の上演全体について簡単に感想を言いますとね、非常にオペラの上演として感動しました。で舞台としてのやはり生の公演で、それを仕事を水準としてもね、日本の歌手で指揮者は向こうの方だけども、彼の指揮も私は非常に優秀だったと思うし、オーケストラ東フィルも非常に良かったと思う。全体がもう全く世界水準で遜色がないねルルだったと思うんです。でしかもそのアンサンブルオペラの魅力っていうものを、よく本当にみんな破綻なく出し切って、最後大団円でその後の要するに2幕で切れるわけだから、オーケストラだけのパートでの組曲から使うという、あれも非常に生きた音楽になった。その最後の求心力が圧倒的に高まっていくのは、その後半の幕切れに向かっての守屋さんの歌唱がですね、前半は何しろ1幕はねごったにごったにの世界ですから。その後半っていうのは2幕の2バカですか？そうですそうです。それは私は非常に歌唱そのものの力
で引っ張っていったっていう感じがあります。だからそれでそのまあドラマとしては当然唐突に終わるわけですよね。だけどもその後の音楽がオーケストラパートが非常に生きたと。でね、だからオペラの上演としてはもうすごい満足をした。でその中で私が一番違和感を持ったのは実はカロリーネさんの演出でした。でそれは今言ったその被害者としてあるいは可愛いルル、可愛いルル、弱いルル、かわいそうなルルというのは、そう見えてしまっては私はこのオペラの魅力が、舞台としてはあるいはルル像として半減するし、理解ができなくなってしまう。つまり次から次へ短時間に、男が彼女の前で死んでいく。それから惹かれ方も尋常じゃないわけでしょ。で、やっぱりなかなかそれは普通の日本語で言えば魔性の女なわけですよ、ある種のね。でその魔性がどこから出てくるのかっていうものはいろんな考え方あるけども、その吸引力ですよね。それが今おっしゃった強さです。相手に惹かれるということは、相手を手に入れてないからっていうことはあると思うんです。真実の意味で手に入れてないから。だから安心感がないですよね。でも一緒にいて嬉しいですね。でも安心感。ただそこで彼女の強さっていうのは相手が見たものを映すし、その相手からの発信を受け止めている。ただ彼女のその根幹としてあるものは何者にもこうなんていうか侵されないっていう、そういう強さなんだと思うんですよね。だから、例えば女性として男がね、女性としてその抱くことで手に入れても手に入ってないという感じでしょ。そうですね。でそういう実態がないというようなものがあって、最後にという言い方がいいか、そのシェーン博士自身もその自分が育てたはずの彼女のそういう一種の無重力的な、ある種のつかめない何かにやられてしまう。僕単純に嫌いだったらそれでいいわけですから、シェーン博士自身だって。性行為ってもちろん快楽っていう面もありますけど、相手を知りたいっていう面ももちろんあると思いますし、その理解をするための行為であることもおそらくありますよね。確かめる行為でもあるし、それがただ自分から与えても向こうから返ってこない場合、行為自体はあったとしても、何かこう返ってくるべきものが返ってこない場合に、人間というのをもう一度って欲することもあるのかなって思うこともありますね。ただこのオペラで最初にまず象徴的にね、その絵描きとのシーンが出てくる。でこの絵描きもその彼女を渇望するし、彼女は別に渇望されれば答えるわけですね。こういう設定そのものについて言うと、無条件に男が反応してしまう、そういう何かがあるわけですよ。もう自動機械じゃないけど、そこにいると欲しくなるみたいなね。私その点、そこなんですよ。カロリーネのプロダクションで好きだったところっていうのは、マネキンがうまく使えてたなって、結局要はどの男もそのルルではなくて、そのマネキンというものを見てるんですよね。それはルルではないんですよ。でもルルなんですよ、彼らにとっては。でその欲しいものが返ってきた、でもそれっておそらく表面的な意味なんですよね。深いところではおそらく返ってきてないから、彼女の周りに死が多いのは、吸い取られているからかもしれないですね。そういうそれはもうそういう一種の象徴としてもう設定されてますよね。だからいきなり要するに何て言うかな、こう普通の19世紀のリアリズムのドラマとはオペラとは全く違うわけだから、そこは例えばいきなりその絵描きとのシーンのところに帰ってきたその法務官でしたっけ、置いたご主人は
その場で死んでしまうわけですよね。はい、で魔男に何かされて、そしてその年老いた亭主が死んで、そこからドラマが起きるじゃなくて、一種死というものがね、はい一人一丁上がりみたいな感じで、そうです。そこに全然別にあれ浮気されてるから死んでるわけじゃないですよ。そう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 ただ偶然帰ってきたらあ死んでしまったなってそうそういうそうただそれだけのことそういうことなんですよね。だからそこにもう最初からアンチドラマとして、アンチドラマなのにとにかく次から次へしかし考えられないぐらいヒステリックな劇的なドラマが起き続けるわけじゃないですか。でその状況の中でそのルルの人間性がどこまで行ってもブラックホールというかな、だという感じが残っていかなきゃいけないっていう意味で言うと、さっき言ったそのマネキンのその演出の意味はいいんですけれども、成功してるとおっしゃった通りかもしれないんだけど、ルルの性格を一種のそういう限定してしまいすぎてるんじゃないかなと。だからっていうかこれは演出家とその歌手、それから指揮者たちのそれぞれの関係の中で変わるんでしょうけど、守屋さんのような方が主役である場合にはやはりルルに対しては、相当守屋さん自身の裁量に任せた方が良かっただろうと僕は感じたんですね。それはその強さに対する感覚です。つまり歌唱から入るわけですよ。つまり守屋さんが自分の声で表現しているものと演出から指示されたであろうなと僕が見て感じたことのギャップがあるわけですね。それからオペラの原作ともギャップがある。でもちろんそのギャップを狙ってるっちゃ今の演出っていうのはかなりわざわざギャップを狙うわけだからって言えばそうなんだけど、私はどちらかというと作品に寄り添い演奏者に寄り添うという演出が好きなので、あとさっき言ったキャンバスそのものがこう白紙の状態の方が演出として演出家はもう少しいろいろやりたいだろうけど白紙で託す部分が多い方が見てる我々聞いてる我々は可能性を感じるなとかね。そうですね、そうですね、それはありますね。より楽しみが深くなる、解釈も深くなるかもしれないですね。11月1日にですね、守屋さんにもアドバイザリーボードメンバーに加わっていただいた日本文化サロンというものがオープンされます。でオープニングセレモニーが明治記念館で11月1日に開催されますが、その日にですね守屋さんにも記念のコンサートをミニコンサートをそのパーティーの中でお願いしておりますので、ぜひ守屋さんを応援してくださる方、また私の考えるような文化システムの構築ということにご関心がある方がいらっしゃればご出席いただけたら幸いです。ある意味ルルってゴジラっぽくないですか？人間のねなんか歩いたら壊れたみたいな、日本の歌手しか出ていなくても、感動するものはするんです。しますね、します。